日はヤンサン3をお届けします。高さ160メートルを誇るスマートな近代都市のランドマークですが、実はゴミ焼却場の煙突と展望台を一体化させて建設された韓国国内でも先駆的な環境調和型の建築です。建設反対が起きやすい施設を市民の憩いの場へと変貌させた画期的なスポットで、地上114メートルの展望台からはヤンサン新都市の街並みやナクトンガンを一望でき、夜には美しいライトアップが街を彩ります。世界でも珍しいアイデアだと思います。こちらは夜間飛行の許可を取っていないためお見せできませんが、 YouTube には美しい夜景がたくさん公開されています。ヤンサンウォーターパークはプール施設ではありません。約1万平米の巨大な人工地を中心に整備された水と緑の美しき近隣公園です。現地では噴水ショーの公園としても親しまれており、夜になると音楽に合わせたダイナミックな噴水ショーが開催され、幻想的な水辺の夜景をカメラに収めることができます。국회의원입니다. 8회목ムルグム新都市の開発とともに自然の山林を生かして美しく整備された都市のオアシスです。公園の象徴であるソッカ山、つまり人工的に作られた山と滝は幅59メートル、高さ10メートルに及ぶ大スケール。夜間の LED パノラマ照明と合わさる姿は圧巻です。またグラフィカルに設計された巨大な水遊び場などがあり、非常に映えるデザインです。ナクトンガンのほとりの187万平米という圧倒的な敷地面積を誇る超巨大水辺公園です。春には果てしなく続く菜の花畑、秋にはピンクミューリーなどが大地を埋め尽くし、
上空からはまるで巨大なパレットのようなパノラマを捉えることができます。187万平米もの広さの公園は、日本なら国営公園レベルの規模です。しかし、日本の広大な公園は、その多くが山林や丘陵地を含んだ広さであるため、これほど遮るもののないフラットで圧倒的なスケール感を持つ大平原の公園は日本にはまず存在しません。日本より国土が狭い韓国が公園や道路を広く快適に整備できる理由は高層ビルの活用にあります。日本では規制が強いため高層建築ができませんが、アジア各国ではシンガポールや香港を筆頭に高層建築を用いることで土地不足を補うため公共インフラを十分に確保することができます。日本では地震の問題がありますが、とはいえ技術を高めれば解決できたと思います。とにかく韓国は道路が広く、公園なども非常に発達している印象を持っています。